左の壁が移動してますね。プリミティアプレイヤー L です。今回はレーザーウォールを作ってみようと思います。レーザーを大量に使って空から降らせる派手な兵器にしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはレーザーを連続で発射する仕組みを作ります。こんな感じで大きい方のレーザーとトランジスタとコンデンサを組み合わせたものに細い水晶の棒をつけたらそれをたくさん複製してつなげていきます。6本つなげると重すぎて持てなかったのでギリギリ持てる5本まで減らしました。トランジスタのスイッチ部分に水晶をつけているのでこうやって端から電気を流せば 0.1 秒ずつタイミングがずれてレーザーが発射されます。こちらをさらにコピーしてなるだけ長くつなげていきましょう。部品点数が多いので数が増えると動作が重くなっていきます。よく考えたら重力の軽い月で作業した方が効率が良かったと思いますが、なんとかこれだけつなげられたのでよしとしましょう。早速電気を流してみるとレーザーが途中まで進んだところで止まってしまいました。うまく水晶がつながっていないせいだと思うので止まった部分の水晶を付け直してもう一度試してみると今度は止まることなくレーザーが発射されてくれています。でも地面に近いのであまり迫力がありません。このレーザーをなるだけ上空から発射すればさらにいい感じになりそうなので上空から撃てるようにしていきます。ここで最近黒崎さんによって発見されたものを空中に浮かせる技を試してみます。こんな感じで壁の横の地面に立てた物体の上にさらに物体を乗せた状態で壁と同時に接着した後設計図に登録して呼び出して下側の部品を外せば空中に浮かんだ状態になります。でもその空中に浮かんだ物体を設計図に登録しても呼び出した時地面に接着されていました。これだと上空には固定できないので他の方法を使いましょう。こうやってレーザーを地面に垂直に立てて空中遺跡のちょうど端っこにレーザーが当たるように配置したらそこに軽量プラスチックの棒をつないでいきます。オブジェクト描画距離の外まで伸ばしたらその先端にタングステンの塊をつけて元の位置まで戻っていきましょう。ここでオブジェクト描画距離を中から小に変更すると棒が消えます。この現象を利用して棒にベアリングをつけた状態で棒を消すことでベアリングを分離できます。ここで分離したガーリーを持ってロケットで空中遺跡まで行きます。空中遺跡についてみるとなんとレーザーが空中遺跡を貫通していました。意外な光景ですね。そして上の方を見るとレーザーが切れていました。ここがレーザー到達距離の限界みたいです。ちょうどレーザーの位置に持ってきたガーリーを固定したらその隣に先ほど地面で作ったレーザー発射装置を召喚します。それから古代の合金でベアリングのガーリーとつなぐことで下にある軸と同じパーツとして認識されます。ここで再び地面に降りましょう。オブジェクト描画距離を変更してベアリングの軸を出してその軸と地面をつなげます。ついでにレーザーの発射方向がわかるように矢印も追加しておきました。この作業が終わったらまた空中遺跡に戻ります。設計図から呼び出した時に狙いやすくなるように長い棒を追加しながらレーザーの手前側が私の近くに出てくるところを探っていきます。長い棒を貼り付けた時かなり私と近いところに召喚されるようになりました。でも方向が左を向いているので手前から奥に発射できるように設計図に登録する向きを変更します。
ついでにベアリングとそこにつながったコンデンサーを追加して重力で通電するようにすることで召喚されると同時にレーザーが発射されるようにしました。これでとりあえずできたので、早速空中遺跡の上でレーザーウォールを呼び出してみると、矢印の方向に上空からレーザーが照射されていきます。動きはゆっくりですが、上下の攻撃範囲はかなり広いですし、当たれば強そうです。下の方を見ると、レーザーが消えているところも見えました。下方向にはあまり伸びないみたいです。早速地面に降りて、発射してみましょう。おっと、不安定な場所に出してしまったので、矢印が倒れてしまいました。そのせいで、上のレーザー発射装置の部分も地面に落ちてきました。それから地面にバウンドした後、木に大ダメージを与えています。これはこれで強いですね。もちろん、平らな地面で召喚すれば、たくさんのレーザーが発射されるので、木をボコボコにできます。カメラ側にも発射して、レーザーの動きを見てみましょう。光の壁が移動してますね。レーザーなので、そこまで高いダメージは出ませんが、このくらいの木の葉っぱから、レーザーの刃でズタズタに切り裂けました。ダメージがたくさん出るのもかっこいいです。もっと近くで見てみると、常に9本のレーザーの壁が移動しているみたいです。なかなか派手な武器になったんじゃないでしょうか。でも、弾速はかなり遅いので、ロボットに当てるのも結構難しいです。たくさん召喚することもできますが、その分動作がかなり重くなるので、見た目は楽しくても、対応は禁物な兵器です。試しに古代のコアに当ててみると、第1形態はノーダメージ、第2形態もノーダメージ、第3形態には、なんとかダメージは入りますが、一度当たっただけでは倒せませんでした。硬い敵には弱い武器ですね。当然いつものように巨大な木を狙っても、ダメージを与えることはできません。見た目はいいのに残念です。それでも、その横にある小さな木なら破壊できますし、発射中に上を見ると、空中のレーザー発射装置から、レーザーが撃たれているのが見えます。これだけ高さがあれば、対空兵器としても使えそうです。ドローン工場の壁を狙うと、やはり威力不足で破壊できませんが、上についているビーム砲台は簡単に破壊できました。そして、風力発電機の方は、細くで当てづらく、柱を破壊するだけの威力はありませんが、風車やビーム砲台などはいい感じに破壊できます。これの実弾バージョンを作れば、もっと強いかもしれませんね。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、レーザーウォールで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速発射すると、柔らかいザコキャラなら、レーザーがバシバシダメージを与えて破壊してくれています。でも、攻撃範囲は細い直線なので、たくさん召喚して当てる必要があります。いろんな方向に発射したいところですが、上空の発射装置が干渉するので、だいたい同じ角度でしか発射できないのが弱点です。弾速も遅いですし、倒すのに時間はかかりますが、召喚に失敗すると、上から落ちてくる発射装置で、押しつぶすこともできました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。設計図機能を使うと、矢印が見えるので、うまく方向を合わせて呼び出します。そうすると、上空からレーザーが降ってきて、前に進んで攻撃してくれます。クリエイティブモードなので、いくらでも召喚できますが、貴重な材料が大量に使われているので、通常モードでこれを使うのは難しそうです。そして使いすぎると、本当に動作が重くなるので、注意しましょう。それでは最後は、レーザーがイエロースライムに効くように、
火薬を下に置いて喧嘩できるようにしたら、こちらの巨大スライムを狙って発射してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。いっけー。2つのレーザーが向かっていますが、草や火薬に当たっても点火してくれません。意外と火をつけるのは難しいみたいです。それでも諦めず、3発目を到達させると、やったー !189万8804ダメージ、巨大スライムを倒しました。なんとか火薬に引火して大爆発を起こすことで簡単に破壊できました。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたレーザーウォールさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは